想像してみてください。はい。あなたは莫大な予算をつぎ込んで新しいマーケティングキャンペーンを打ちました。よくあるシチュエーションですね。結果はもう大成功で、売上のグラフは右肩上がり、社内はお祭り騒ぎです。最高じゃないですか。ですよね。でももし私が、数学的に見るとあなたのキャンペーンは完全に無意味だったかもしれませんよと言ったらどうしますか？いやー、それはなかなかショッキングな問いかけですね。怒られちゃいそうです。そうですよね。でも実際のビジネスの現場では私たちが認めたくないだけで、そういうことは頻繁に起きているんだそうです。そうなんですよ。売り上げが上がったから自分たちの戦略が当たって新しい市場を作れたんだってどうしても思い込んじゃうじゃないですか。思います思います。でも実は顧客が商品を買う理由が全く予想もしていなかった別のものにすり替わっていただけかもしれない。しかもそれに誰も気づいていないっていうことが往々にしてあるんです。怖い話ですよね。リスナーのあなたも日々の業務で売上とかシェアといった数字を必死に追いかけていると思います。はい。でも今日の徹底解析、この深掘りではですね、私たちが無意識に信じている売上の増加イコール市場創造っていう常識を根本からひっくり返していこうと思います。非常にエキサイティングなテーマですね。血みどろの競争が続くレッドオーシャンから抜け出して、誰も気づいていないブルーオーシャンを見つけ出すための完全なる数学的レシピを紐解いていきます。お願いします。今回のソース資料では特定の個人名や企業名を出さずに、あるテーマパークとか連続ドラマといった身近なケーススタディを通して分析していますので、リスナーの皆さんのビジネスにも明日からすぐ応用できるはずです。そうですね。この深掘りの鍵になるのは、消費者の隠れた評価軸を浮き彫りにする加藤石川手順、通称 KIP と呼ばれるものと、KIP ですね。それと、その変化の瞬間を特定する全身的チャウ検定という極めて興味深いアプローチになります。はい。じゃあ早速なんですが、まず私たちが囚われている幻想の話から始めましょうか。幻想、つまりプロダクトライフサイクルのことですね。そうです。商品が誕生して成長期を迎えて、やがて成熟して衰退していくっていう有名なグラフです。縦軸に売上、横軸に時間を取ったグラフですね。あれが右肩上がりで伸びていれば、私たちは無邪気に、市場が創造されたなって安心してしまうんですよ。まさにそこが最大の落とし穴だと今回の資料は指摘しているんです。落とし穴。従来のマーケティングでは、あらかじめ決められた固定の評価軸の上で、ただ売上っていう水準が上下している現象すらも市場創造って呼んできたんです。でも、それは本当の意味での市場創造じゃありません。なるほど。ここで資料に登場するルビンの壺のメタファーが効いてくるわけですね。その通りです。リスナーのあなたも見方によって白い壺に見えたり、向かい合う2人の黒い横顔に見えたりする有名な騙し絵をご存知だと思います。あの絵自体はインクの量も形も物理的には一切変化していないじゃないですか。はい。紙の上に描かれたただの絵ですからね。でも人間の脳内での理解と評価が切り替わった瞬間、そこには壺ではなくて2人の横顔っていう全く新しい対象が立ち現れますよね。確かに。パッと見え方が変わる瞬間があります。本研究ではこれこそが真の市場創造だと定義しているんです。製品が変わるんじゃなくて消費者の評価軸、つまり物差しそのものが未知のものへと移り変わることなんだと。ちょっと整理させてください。それってつまり、ガラケーからスマホへの進化みたいな、単にカメラの画質が良くなったとか、新しい機能がついたっていう話じゃないってことですよね。違います。そうじゃなくて、最初はスマホを画面の大きい電話として評価していた人が、ある日を境に、
これは持ち歩ける仕事部屋だって評価し始めるような、人間の頭の中の変化こそが重要なんだと。素晴らしい視点ですね。少しだけ解像度を上げましょうか。はい、お願いします。カメラの画質が良くなったっていうのは、既存の電話、あるいはカメラっていう古い評価軸の上で、少しだけメモリが上に移動したに過ぎないんですよ。ああ、なるほど。メモリが動いただけ。そう、それは単なる改良です。一方で、電話から仕事部屋へとシフトするっていうのは、全く異なる次元の新しい軸が生まれたことを意味しています。この未知の軸の誕生を見逃さないことが真の市場創造なんです。なるほどな。既存のビジネスパーソンはどうしても売上とか機能の数みたいな目に見える基地の変数にとらわれてしまうんですよね。ええ、数字で管理しやすいですからね。でも本当に競争を抜け出せるブルーオーシャンは消費者の頭の中に新しく生まれたその未知の物差しの先にあるわけだ。その通りです。しかしですね、ここで大きな壁にぶつかります。壁ですか？はい。消費者の頭の中にある未知の評価軸なんて、読心術でも使わない限り見えないじゃないですか。まさにそこなんですよ。アンケートでどんな機能が欲しいですかって聞いてもお客さん自身も分かってないから答えられないですよね。じゃあどうやってその見えない物差しを見つけ出すんですか？そこで登場するのが、今回の主役の一つ、加藤石川手順、略して KIP です。出ましたね、KIP。はい。これは企業が用意したアンケートとかではなくて、消費者が自発的に書いたブログとかレビューといった膨大なテキストデータを数学的に解析する手法なんです。テキストデータを集める。でも、ただ単語の数を数えるだけなら、よくあるテキストマイニングツールと何が違うんですか？単純に単語を数えるだけだと、私とか今日とか、あるいはテーマパークといった誰でも使う一般的な言葉ばっかりが上位に来ちゃうんですよ。ああ、そうか。それだと本当に重要な隠れたニーズは見えませんね。そうなんです。そこで KIP の第一段階では、TF-IDF 値という指標を使います。TF-IDF 値。なんか難しそうな呪文が出てきましたね。いや、概念はとてもシンプルですよ。例えば TF は、あるブログ記事の中にその単語がどれくらい頻繁に登場するかを示します。はい、頻度ですね。そして IDF は、その単語が他の人の記事にはどれくらい登場しないか、つまり希少性を示します。なるほど。よく出るけど他の人は使ってない言葉。つまり誰もが使うありふれた言葉のスコアを下げて、その人特有の強いこだわりを示すレアな言葉のスコアを数学的に跳ね上げる、そういうフィルターなんです。ああ、そういうことか。今日テーマパークで遊んだみたいなありふれた文章のノイズを消して、ここの植栽の配置が絶妙でみたいな特定の熱量を持ったキーワードだけをあぶり出すわけですね。その通りです。そしてここからが KIP の真骨頂なんですよ。ほノイズを取り除いた後、単にデータをひとまとめにするんじゃなくて、執筆者を16のセグメントに細分化します。う。16の部屋に分けるんですね。以前私がこの資料を読んだ時に図書館の本を表紙の色じゃなくて読者の情熱で分けるようなものだって解釈したんですけど、あれだとちょっとずれてますよね。読者の情熱で分けるっていう方向性は悪くないんですけど、もっとビジネスの現場に即したリアルな衝突をイメージしてみてください。リアルな衝突。例えばあるカフェを想像してください。カフェですね。はい。毎日そのカフェで仕事をしているリモートワーカーがいて、しかも超ヘビーユーザーだとします。はいはい、常連さんですね。彼らにとっての評価軸は Wi-Fi の速度とか電源の有無かもしれませんよね。間違いないですね。そこが一番大事です。一方で、たまたま初めてその街を訪れた10代の学生がいて、ライトユーザーだとします。彼女たちの評価軸は、フラペチーノが SNS 映えするかどうかかもしれません。なるほど。同じカフェという物理的な空間にいるのに、頭の中の物差しが全く違うんですね。そうなんです。KIP は対象への愛着度を4段階に分けて、さらに執筆者自身のライフスタイルや興味関心を4分類にして掛け合わせることで、この 4×4 の16のパラレルワールドを意図的に作り出すんです。16のパラレルワールド。面白い表現ですね。なぜなら、評価軸を持っているのは商品じゃなくて人間だからです。ヘビーユーザーとライトユーザーをごちゃ混ぜにして平均を取ってしまったら、せっかくの鋭い未知の評価軸が丸まって見えなくなってしまいますからね。平均化の罠ですね、それって。特定の熱狂的なセグメントだけが持っている特殊な物差しを逃さないために、あえて16の部屋に分けるんだ。そういうことです。
でもちょっと待ってください。16の部屋に分けたとしても、それぞれの部屋にはさっきの TF-IDF で抽出された数万語っていう膨大な単語が飛び交うわけですよね。ええ、ものすごい数のデータになりますね。人間がそれ一つ一つ読んでいくのは不可能です。このカオスからどうやって評価の軸を取り出すんですか？そこで、主成分分析、英語で PCA と呼ばれる数学的な次元縮円のテクニックを使います。これが混沌とした単語の海に秩序をもたらすんです。主成分分析。リスナーの皆さんが置いていかれないように、どういう仕組みか教えてもらえますか？影絵を想像してみてください。手で作る犬とかの影絵です。はい、シャドウですね。複雑でぐちゃぐちゃな形の 3D オブジェクトがあったとします。正面から光を当てても、ただの丸い影にしか見えないかもしれない。まあそうですね。でも、そのオブジェクトをぐるぐると回転させて、ある特定の絶妙な角度から光を当てると、急に、あ、これは犬の形だって、綺麗に特徴を捉えた 2D の影が浮かび上がりますよね。はいはい、イメージできます。主成分分析もこれと同じなんです。数万個の単語が散らばっている複雑な多次元空間を数学的な光の当て方でぐるぐると回転させて、最も単語の意味合いがきれいにばらける、つまり分散が最大になる角度を見つけ出すんです。ほうほう。その結果、無数の単語が少数の新しい軸にギュッと圧縮されるんです。これが主成分です。なるほどな。単語の群れが一番意味のある形で見えるベストなアングルを数学が見つけてくれるわけだ。ええ。で、その抽出された軸が消費者ニーズになると。はい、そうです。いや、ちょっと待ってください。ここで素朴な疑問なんですが、はい、なんでしょ数学がベストなアングルを見つけてくれるのは分かりました。でも、抽出された軸って結局は変数1、変数2みたいな数式の集まりですよね。う。ええ、無機質な数字の羅列ですね。それに利便性とか没入感みたいなビジネスで使える消費者ニーズの名前をつけるのは人間の習慣じゃないですか。おっしゃる通りです。徹底的に数学的とか客観的とか言いながら最後の最後で人間の思い込みが入るならなんか姿勢的になりませんか？いや、非常に鋭い素晴らしいプッシュバックですね。確かに最終的に名前のラベルを貼るのは人間の解釈です。しかしですね、それは決して分析者の当てずっぽうではないんですよ。と言いますと、極めて強固な数学的証拠の束に基づいた解釈なんです。証拠の束。はい。主成分分析が吐き出した新しい軸には、それぞれ係数という重み付けがされています。例えば、ある軸において、駅、分数、雨、屋根といった単語群の係数が数学的に突出して高かったとします。ふむふむ。しかもそれが先ほどの16分割の中で最もその商品に愛着を持つヘビーユーザーのセグメントから抽出された軸だったとしたらどうでしょなるほど。分析者がなんとなく便利さが大事だろうってゼロから妄想するんじゃなくて、数学がこのヘビーユーザーたちはこの単語の組み合わせの角度で対象を激しく評価していますよって証拠を突きつけてくるんですね。その通りです。数学が提示した客観的な単語のクラスターに対して人間がビジネス言語として翻訳、つまり命名しているだけなんです。だからこそ思い込みを排除した未知のブルーオーシャンを発見できるんですよ。いやー、めちゃくちゃクリアになりました。これで消費者の頭の中にある見えない物差しをあぶり出す方法は分かりました。ええ。でもビジネスの現場にいるマネージャーとしてはもう一つどうしても知りたいことがあるんです。それはその物差しがいつ変わったのかですね。そうです。日々の売上レポートとか視聴率のグラフってギザギザ上がったり下がったりしていてノイズだらけじゃないですか。はい。毎日の変動がありますからね。評価軸が変わるっていうルビンの壺の反転現象が起きたのは分かっても、それが今月のキャンペーンのおかげなのか、半年前からじわじわ起きていたのかが分からないと、次の打ち手が分かりません。いつ変わったのか、どうやってピンポイントで当てるんですか？そこで登場するのが時系列データを分析する全身的チャウ検定という手法です。全身的チャウ検定ですか？なんかまた難しそうな響きですね。はい。ある連続ドラマの視聴率などの推移データを想像してみてください。この検定の根幹にあるのは、モデルと実際のデータのズレを最小化するという考え方なんです。これを残差平方和 SSR と呼びます。出ましたね、残差平方和。専門用語アレーギーが出そうなので、リスナーのためにも少し噛み砕いてください。簡単ですよ。ズレというのは、
予測と実際の結果の違いです。ただのズレだと、プラスのズレとマイナスのズレが相殺されてゼロになってしまうことがあるので、すべてを2乗、つまり平方して、外れ値を厳しく罰するんです。ほうほう。要するに、いかに実際のデータにピタッと当てはまるかを測るための厳しい採点基準だと思ってください。なるほど。2乗することでごまかしが効かない採点にするんですね。その上で、全期間を一つのルールで説明しようとした時のズレと、ある時点を境に前半と後半に真っ二つに分割して、別々のルールで説明した時のズレの合計を比較します。これって、ある映画のレビューを分析するようなものですよね。と言いますと、最初から最後までずっとコメディ映画っていう一つのルールで評価しようとすると、後半のシリアスな展開と全然噛み合わなくてズレが大きくなる。でも、開始45分の時点を境に、前半はコメディ、後半はサスペンスとしてモデルを分割して評価し直すと、ピタッとデータが当てはまってズレが小さくなるみたいな。とてもわかりやすい例えですね。そのジャンルが変わったポイントを探すわけです。ただここで重要なのが、前進的、ステップワイズという部分なんです。前進的というと？私たちはジャンルが変わるのが開始45分だとは最初から知りませんよね。確かに、神様じゃないですからね。だからどうするか。データを第1話で分割して計算する。次に第2話で分割して計算する。第3話でと、全期間の端から端まで分割ポイントを1日あるいは1話ずつずらしながら、執念深く何百回何千回と計算を繰り返すんです。うわー、力技ですね。でもコンピューターなら一瞬か。そうです。そして最もズレが小さくなる。統計的に言うと F 値が最大になる。ただ一つのポイントを特定します。それこそがルビンの壺がパッと反転した決定的な X デー、つまり評価構造が最も劇的に変化した市場創造の時点なんです。凄まじいですね、それ。マネージャーがなんとなくこの辺から客層が変わった気がするなーって勘で語るんじゃなくて、少年連月何日に数学的に明確な断層がありますって証明できちゃうわけだ。その通りです。じゃあ X デーが分かったら最後はどうするんですか？ここが市場創造を完全に証明する最終フェーズです。特定した X デーを境にして最初に集めていたブログなどのテキストデータを変化前と変化後に完全に分割します。はい。そしてそれぞれのデータに対して先ほどのキーピープ、つまり16分割と主成分分析を最初から独立してやり直すんです。いやー、前半だけで評価の軸を出し直して後半だけでもう一度評価の軸を出すわけですね。はい。そして算出された旧評価軸と新評価軸を付き合わせます。もしここで抽出された軸を構成する単語群が全く異なるものになっていれば、売上が上がったんじゃなくて消費者が商品を評価する物差しそのものが全く未知のものへと移り変わったっていうことがデータの裏付けをもって完全に証明される。その通りです。これが単なる学術的な思考実験ではないことがお分かりいただけると思います。いや、本当にすごい。リスナーのあなたがこのフレームワークを自社のビジネスデータに適用すれば、競合他社が古い物差しでより安くとかより機能的にってレッドオーシャンで消耗している間にですね、自社はいち早く顧客の頭の中に生まれた新しい物差しを発見して、そこにリソースを集中させることができるんです。なるほど。いや、本当にエキサイティングな徹底解析でした。今日の深掘りをまとめると、市場創造とは売上を上げることではなく消費者の評価軸を変えることである。はい。そしてその見えない変化は消費者の自然な言葉を使うキーピープと時系列データを分析するチャウ検定という数学的アプローチによって確実に捉えることができるということですね。ええ。あなたのビジネスの真の姿を映し出す非常に強力なレンズになるはずです。さて最後にリスナーのあなたに一つ挑発的な問いを投げかけたいと思います。何でしょうか？今日紹介した手法は変化が起きた後にその X デーと新しい評価軸を特定するものでしたよね。でももしあなたがこの考え方をさらに応用できるとしたら、と言いますと、分析結果をただ待つんじゃなくて消費者の物差しが変わり始めている微化な兆候をいち早く察知したり、あるいは特定のメッセージを打ち出すことで意図的に消費者の頭の中のルビンの壺を反転させる、そんなトリガーを引けるようになるとしたらどうでしょうか？
それは素晴らしい視点ですね。私たちは市場の変化をただ観察するだけじゃなくて、変化をデザインする側にも回れるはずですから。そうですよね。あなたのビジネスで今日顧客はどんな新しい物差しを作り始めていると思いますか？そしてあなたはそれに気づけていますか？ぜひご自身の身の回りにあるデータを見直して隠れたブルーオーシャンを探求してみてください。それでは次回の探求でまたお会いしましょう。